はい、こんにちは。サックスプレイヤーの熊谷俊です。毎週1本ヴィンテージサックスを紹介する、ヴィンテージサックスコレクションズ、ということでまた今週も珍しいサックス紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、では、今回紹介するヴィンテージサックスはこちらセルマーのシガーカッター、というモデルですね。本当ね、これもね、セルマーのサックスの歴史の中ではとても重要なサックスの一つです。今回も3つのトピックに分けてこちらのサックス紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい。では最初のトピック。名前の由来は葉巻を切り取るシガーカッター、ということで、早速ね、ちょっと音色聞いてみましょう。なんかね、鋭いような、吹いているとね、なんかすごくダークな感じも、感じられるようなサウンドですね。で、実はね、このシガーカッターっていう名前の由来なんですけども、葉巻をね、切り取るこのカッターみたいなのがあるんですよね。で、これが実は、ここのオクターブのレバーのキーのところですね。ここのところに似ているということで、その名前が、由来がついたなって言われています。やっぱね、シガーカッターの面白いところは、やっぱここからね、いろいろとこうサックスの改良がこういろいろ見られてくる場所でもあるんですね。ネックを押さえるこのレシーバーっていう部分がやっぱり、ね、昔は壊れやすかったみたいなところがあったりして、ここはね、かなり頑丈な作りになったのもシガーカッターからです。ここね、実はレイヤーホルダーって実は言うんですけれども、昔ここにこうちっちゃいね、譜面台みたいなのを差し込めたんですよ。で、それのね、差し込むホルダーがついたりなんていうのも、まさにこの新しい機構であるかなっていうところです。次のトピック、パンツガード、そしてトリプル S マークの真相というトピックなんですけれども、実はね、このキーガードっていうのはよくサックスにはついてるんです。要はこのキーを守るためですね。で、まさにね、これをちょっと見てもらいたいんですけど、これがね、実はね、パンツみたいな形をしているということで、これがね、パンツガードなんて呼ばれてるんですよ。で、これね、面白いことにね、取り外しがね、実はできるんです。ここね、ネジついてるんで、そう簡単にクッと取れるものではないんですけれども、これね、取り外しできるっていうのは、なかなか他の楽器には見られない機構ですね。ここにね、トリプル S っていうのが書いてあるんですよ。でね、一見何もこう見なければ気にならないんですけれど、なんかね、ここにね、暗号のように書いてある。これね、実は、セルマーのセルマースーパーサックスっていうのを略してトリプル S で略してるんですね。この S マークがね、基本的にはこのシガーカッターついてるんですけど、実はね、ついてないやつもかなり珍しいものであるんですよ。でね、僕は見たことがないです。結構ね、シガーカッターはヴィンテージサックスで何本も見てきたことあるんですけれど、ここに S マークがないのはすごい珍しい、本当に初期のサックスなんですね。時代のその作られたものによっては、今のこの解説とはまた異なる部分がまた出てきたりするので、ぜひいろんなね、シガーカッター見てもらえたらと思います。はい。では最後のトピック、原稿との違いということで、やっぱりね、なんかこのシガーカッターの良さっていうのはもう彫刻だなって僕は思うんです。今ね、やっぱセルマーも機械彫りみたいな形になっちゃって、こう彫刻が言い方悪いんですけれども、昔ほどのこだわりはなくなっちゃったんですよね。でもやっぱりね、シガーカッターの頃っていうのはね、すごいこの彫刻が綺麗なんですよ。そう、これがね、なんかまさにヴィンテージならではの良さっていうか、このセルマーのこの彫刻の良さがね、すごい出てる楽器かなと思います。で、持った感じとしては、やっぱりね、今のセルマーと比べるとすごい小さく感じます。どっちかというとちょっとこう縮こめて吹かないといけないようなイメージがありますかね。でね、やっぱね、キーのやっぱ作り自体はやっぱりまだまだこれから改良がされていく必要があるような感じで、キーワーク的にはもうちょっと改良されたらもっと吹きやすいのかななんて思います。ではこちらのセルマーシガーカッターを使ってジャズのスタンダードストールモーメンツこちらをねお届けしたいなと思います。このねちょっとこの渋く突き刺さるようなサウンドを楽しんでいただけたらと思います。ぜひ聴いてみてください。
いかがでしたか？このシガーカッターのサウンド、楽しんでもらえたらと思います。ということで、こちらの、動画、グッドボタン、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。またね、こちらのサックス、質問や何かこう、リクエストなんかがあったら、コメントに残してね、もらえたらと思います。またね、この彫刻とかね、ぜひ写真とかで見るとすごく綺麗なんで、レンタルなんかやっているヴィンテージサックスコレクションズホームページありますんで、ぜひそちらもご確認してもらえたらと思います。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤーの熊谷俊でした。